いや、こんなスペックのマイクが欲しかったんだよな。こんにちは、トバログです。はい、という入りから入るんですけども、今回紹介するのはちゃんとトバログとしては結構珍しいマイクですね。動画撮影をする時用のマイク DJI マイク2っていうのを紹介していこうと思います。YouTuber ね、結構飽くなきマイク探求心というか、マイクに関しては結構どんどんねスペックが上がっていって、これが欲しかったんだよなっていうのがねどんどん追加されていくんですよね。で、いろいろマイクってある中で、これに関してはかなり普段のね YouTuber 撮影だったり、こういうねスマートフォンを用いた Vlog だったり、あとはね、トバログでよくやってるようなルームツアーとかカバンの中身みたいなインタビュー撮影とかでかなりね使えそうな理想的なマイクのスペックなので、これはめちゃくちゃ楽しみです。今回はね DJI さんから送ってもらったんですけど、本当に発売前の噂段階から楽しみにしていたので、今回はこれについて実際どうなのとか、どういうところが本当に理想的なのみたいな話をしていこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで早速紹介していきます。こちらはドローンでおなじみの DJI が出している DJI マイク2ですね。カメラやスマートフォンと接続して使うタイプのワイヤレスマイクで、いわゆるね音楽を聴く時のワイヤレスイヤホンの、マイク版的なイメージですね。もともと去年の1月にこのね DJI マイクの1が出ていて、そちらもデザイン的にもかっこよくて本当に使いやすい的な感じだったんですけど、1年経ってさらにめちゃくちゃ進化しています。何がねすごいのかっていうのをちょっと開封前にざっくりお話ししておくと、まずはねこれインタビュー撮影とかでめちゃくちゃ嬉しいんですけど、32ビットフロートの内部収録に対応しています。今までこういうタイプのマイクだとカメラ側の設定とマイク側の設定があんまりねうまくいってなくて、実は動画撮った時に音割れしてましたとかね、そういうのが意外とね普段の環境とは違う環境であればあるほどねそういう事故って起こりやすいんですけど、本当にねそういう音割れの心配が限りなく少なくなっているっていう点がねやっぱり最強のマイクですね。音声のプロはもちろんだと思うんですけど、僕みたいにね音声に関してそこまで詳しくないただの YouTuber にとってもめちゃくちゃね、セーフティーネットというか安心感のあるスペックっていうところがやっぱりねこのマイク強いなって思うところです。で、次にねこれめちゃくちゃいいなと思うんですけど、 Bluetooth で直接ねこのトランスミッターを接続できるんですよ。この真ん中のレシーバーがなくても、ここのね部分だけでスマートフォンと接続して使うことができるっていう点がやっぱりね最強だなと思っています。こういうの欲しかったんだよなっていうのがね本当に今誕生していますね。製品特徴とかスペックみたいなのはこれから紹介していくんですけど、まずはねやっぱり開封ですね。よいしょ。すごいポーチに入ってる、黒っぽいポーチに入っててかなり高級感があります。そして思ったよりでかいな、結構でかいんですね。今までこの DJI のマイク使ってきたことがなかったんですけど、割と結構大きめなケースにパンパンに入ってる感じがする。すごいわ。とはいえレンズ1本分ぐらいのサイズ感というかスペースを取る感じですかね。このケースもちゃんと止水ファスナーとかがあって結構ちゃんとしっかりしてます。で、開けるとなるほどね、こういうタイプのケースが別であるんですね。これだったら安心だわ。このサイズ感だったら結構気軽に外にも持ち運びやすくていい感じです。で、これがケースで結構ねいろいろ付属品がついてるみたいなんですよね。カメラと接続して使うオーディオジャックとか、あとUSB-C のケーブル、USB-C to A のケーブルとか、あといわゆるウィンドジャマーですね。風切り音とかを防止するためのそういうモフモフがついていたり、そういうのがねこの中には入っていました。面白い、この二重になってる感じすごいですね。ケースバイケースみたいな。意外とこのケースに入った状態だと重厚感を感じます。ちょっと重さ測ってみるか。重さを測るとこの状態で300g くらいですね。ちょうど 300g なので、こういう若干重めのスマートフォンぐらいの重さかなっていう感じがします。じゃあちょっと開けてみます。ケース自体もかなり高級感があって、すごい
ぎっしり詰まっていて、しかも開けた瞬間にこのインジゲーターで今のステータスが分かる感じですね。わ、なんか DJI マイクかっこいいわこれ。でこれ真ん中に入っているのが、レシーバーっていうやつで、カメラとか、スマートフォン PC とかあらゆる端末と接続をして、マイクからね得た受信したものをこっちでね、処理するっていうやつですね。すごいダイヤルとかがついてて、この言語設定とかもこれでやるんですね。パソコンとかアプリに接続せずにできるのすごい。カメラとね接続して使う場合はおそらくこういうところにカチッとはめ込んで、さっき付属していたこういうイヤホンジャックをガチッガチッとこっちのカメラとレシーバーを接続して使うっていう感じですね。でもちろんね USB-C でも接続できるし、接続しないでこのね中に内部収録するっていうこともできるようになっています。ここをねスライドすると本当にDJI ってこういうギミック好きだよなって感じなんですけど、なんとこの箱のね後ろ側に直接 USB-C ポートとこのねライトニングのアダプターがついていて、例えばこういうアダプターをここに直接かますと、もう本当にケーブルがだらりと垂れることなく、例えばこういうスマートフォンとガシッと接続して高音質でね動画音声を撮影したいっていう時はこういうスタイルで、こうやって使うっていうのもめちゃくちゃしやすいです。でこちらが、いわゆるトランスミッターって言って、磁石でガチッとくっついた、うわすごい強い磁石で、こんな感じで黒のなんか半透明みたいな、最近ナスティングとかよくガジェット系で流行ってきてるんですけど、半透明のなんかこのトランスミッターですね。こんな感じで磁石が別でセットでなっていて、これをねこの首元部分に目立つ感じでつけなくても、例えばこうやって服の中に入れて、でこのマグネットだけをねこういう風に置いてこのまま喋るっていうこともできるようになってます。でそういうねトランスミッターが2基ついているので、例えばこっちで自分の声と、でこっちで同伴してる Vlog とかで一緒に映っている人の声だったり、インタビュー撮影とかで自分と相手の声両方取るっていうことが行えます。この辺がねやっぱりプロフェッショナルというか YouTuber の対談とかでもめちゃくちゃ使いやすいですね。今回の DJI マイク2はこれ単体で、Bluetooth でね、各機種 PC だったりこういうね iPhone だったりとそのままこの Bluetooth でワイヤレスイヤホンみたいにペアリングすることができるので、本当に Bluetooth で接続しておけばこれだけでねこうやってガチッと装着して普段からVlog が撮れるっていう、そのスタイルでできるのが Vlog 撮影とかにはめちゃくちゃありがたいです。ちなみに余談なんですけど、今回ねシャドウブラックっていうカラーのトランスミッターが2個付属しているんですけど、なんとね別売りでホワイトパールホワイトタイプと、あとブラックタイプ2種類がね別売りされているそうです。この辺はねまだ発売されているかわからない状態で撮影しているので、詳しくはねちょっとホームページとかを見てほしいんですけど、これ単体でパールホワイトが出ていたら本当にこの iPhone と組み合わせて白白でね動画が撮影できるっていうところでめっちゃありがたいですね。とりあえずね実際に使っていくんですけども、まずはセットアップ的なところ全くしてないのでちょっとしていこうと思います。ランゲージをこうやってねいろいろな言語から選ぶことができますね。とりあえず日本語でこれを話すと、もうその瞬間に使えるようになるんだ。めちゃくちゃ早い。これなんか電源ボタンとかいちいち入れなくてケースからこうやって取り出すだけで使えるのめちゃくちゃ気軽ですね。これは楽ちんで2個取ると2個とものこのインジゲーターがちゃんと出ます。でここ自体タッチパネルになっているみたいで、こうやってねレシーバーごとに内部収録とかもここで選べるっぽいですね。なんだろう、ノイズキャンセリングかな、ノイズキャンセリングオンオフみたいなとか、この音のミュートとかそういうのをねいちいちやるとこの中になんかバイブレーションの機構が備わっていて、タッチするともうブーってなったりします。これはすごい地味に分かりやすい。よく作ったなこれ。なんか分かりやすい。これローカットトランスミッターゲイン、あと32ビットフロート録音とかね、録音停止を間違って押さないようにロックするのだったり、自動録音、ストレージどんぐらいなんだろう。だいたい15時間ぐらい内部収録で撮れるみたいです。
あとはレシーバー側の設定、モノラル収録なのかステレオなのかとかも選べますね。ここでなんか推奨のカメラ設定ってなんだ、推奨のカメラ設定すごい。これソニーとかキヤノンとかニコンとかパナソニック、富士とかそういうの選べるようになってる。これもしかしてブランドソニーとかにすると、すごい、これモデルまで選べるわ。6600、6400、6700、α7M3、M4 とか、主要なモデルに対して最適な設定とかがここで選べる。これすごくないですか？これ設定でどういう風に変わるかわかんないですけど、多分ねカメラ側の音量レベルとかあの辺をねちゃんといい感じになんかやってくれるとか、そういう感じなのかな。ちょっと詳しくは後で見てみよう。でなんか最初からプラス9っていうのに今なったんですけど、これはソニーのカメラに設定してるからなのかな。この辺ちょっとね32ビットフロートで内部収録しておけばこの辺の設定とかミスとかはほぼないと思うんですけど、カメラと接続して直接カメラ内のストレージに音声も収録したいっていう場合だと、こういう設定が生きてくるのかなっていう気がします。というわけで待望の DJI Mic 2、実際にねどんな感じで使えるのかっていうのを紹介していこうと思います。というわけで実際に今ね FX3 にロードのワイヤレス号にこのねラベリアマイクをつけて喋ってるんですけど、これがねどのぐらい変わるのかっていうのをちょっとやってみようと思います。せーの。はい、というわけで今ね DJI Mic 2を接続してこれに向かって喋っています。音のレベルとかはかなり自然な感じでちゃんとね録音できてるのかなっていう気がします。どんな感じなんだろう。今ね普通にレシーバーをカメラにオーディオケーブルを使ってイヤホンジャックから挿して、でそのままね特に何の設定もせずにこちらの DJI Mic 2のトランスミッターから喋ってるって感じですね。音質の違いとかに関してはこういうねマイクの特性で違かったりすると思うんですけど、結構ねクリアに聞こえていたり、全然音量に関しても自然な感じで問題なく喋れているのかなっていう感じがします。この辺に置けば同じような音で撮れるはず。はい、今 DJI Mic 2で喋っています。音の感じ違いがありますか？どうですかね？はい、今ねワイヤレス GO2 で喋っています。音の感じどうですかね？結構綺麗に聞こえていますでしょうか？はい、ちなみに今は FX3 の内蔵マイクで喋っています。音の違いとかはどんな感じでありますか？はい、今はソニーのカメラの上に ECM-B10 っていう、クリップオンタイプのマイクをつけて喋っています。音質の違いどんな感じですかね？こういうねマイクとこういうクリップオンタイプのマイク悩む人もいると思うので、実際に取り比べてみています。はい、今は DJI マイクに戻ってきました。どんな感じで音の違いがあるか編集の時がすごく楽しみです。はい、32ビットフロートのテストです。今はね24ビットで収録しています。こういう小さい声から大きい声出してね。こういう大きな音までちゃんと取れていますでしょうか？はい、32ビットフロートでのテストです。今は32ビットフロートで収録しています。こういう小さい声から大きい声出して。はい、こんな感じの大きい音までちゃんと収録できていますでしょうか？はい、というわけでちょっとしたノイズテストなんですけど、今はね海に来ています。結構ね風の音とか波の音とかがかなり強いんで、ちゃんとね音声が入ってるか心配なんですけど、どんな感じですかね？はい、今はねワイヤレス GO2 を装着して喋っています。音の出方とかノイズのカットの感じとかって差がありますかね？ちょっと気になるところです。はい、というわけで今はこのカメラの内蔵マイク FX3 の内蔵マイクで音声を収録しています。はい、状況はね変わってないんですけど、今はねカメラに直接音声を収録するのではなくて DJI のねマイク内蔵ストレージに今音を収録しています。これによって32ビットフロートで音声が収録できるので、結構ねこういうあーとか大きい声を出しても音割れしないようにね編集できるのかなって感じですね。はい、今はねちょっと風切り音とかだいぶこう入っちゃってるかなっていう感じがするんですけど、一応ね手元にこの付属のウィンドジャマーがあるので、これを装着してみようと思います。よいしょ、ガチッと。はい、どうですかね？音の違いありますか？さっき、風切り音とかね結構入ってきてたと思うんですが、これによって少しはね音声のこのボーみたいなノイズが減ってる気がします。実際どうですかね？編集するとき楽しみです。
はい、今ねワイヤレス GO2 にウィンドジャマーを装着して喋っています。これでノイズとか結構カットできてますかね。風の音とか。はい、というわけで AI ノイズキャンセリングがどのぐらい効くのかっていうのをテストしようと思います。まずはね DJI Mic 2を単体でこうやって装着して喋っています。はい、今ね AI ノイズキャンセリングをオンにしました。この状態で喋っているとこの波の音とかちょっとしたノイズとかどんな感じですかね。ちょっと抑えられてんのかな。はい、今はね AI ノイズキャンセリングをオンにしてウィンドジャマーも外してみました。物理的なね風防みたいなのがないのでどういう感じでノイズキャンセリングされているか気になります。はい、実際いかがでしたでしょうか。結構ね環境の違いとか、音質の特性みたいなところもあったりするんですけど、かなりね明瞭な音で声を拾ってくれることがわかると思います。ノイズキャンセリングに関しては若干ねこう違和感はありつつもかなり周囲の音をカットしてくれるので、その辺は強みな感じですね。じゃあ続いては iPhone とね Bluetooth 接続をして使ってみようと思います。これを Bluetooth モードにした状態でこのリンクボタンを押すとここにね直接 DJI Mic 2が出てきます。でこれをクリックするとこれでもう接続されている。ちょっと今試しに普段ね Vlog 撮影で使っているこのダヴィンチリゾルブのブラックマジックカメラをオンにしているんですけど、ここでねこのオーディオソースで DJI マイク選べるようになっています。これに関してはもちろん普通のカメラアプリでも自動的にねこれになっていると思います。で喋ると実際にちょっと今 iPhone で喋っています。音の感じ普通にちゃんと DJI マイク2になってます。はい、で今オーディオソースを iPhone の内部マイクに変更してみました。これがね一番、気軽で楽ではあるんですけど、ちょっとこれから海行くんですが、海に行くとちょっとこの風切り音とかが気になるのかなって感じです。はい、というわけで今は iPhone に Bluetooth でね直接 DJI Mic 2のトランスミッターを装着しています。レシーバーがねない分かなりミニマルな環境で Vlog 撮れるのがすんごく魅力的ではあるんですけど、一方でねなんかノイズキャンセリングのそういうオンオフとかできなさそうなので、その辺のね違いとかがちょっと気になっています。音の途切れとかそういう感じとかはあるのかな。はい、続いては iPhone の内蔵マイクを使って音声を収録しています。結構ね iPhone 単体だと波の音とかね風の音とか音が強い場所だとちょっと声が聞こえづらくなると思うんですけど、どんな感じですかね。結構この辺帰ってから編集が楽しみです。はい、ちなみに今は DJI Mic 2のノイズキャンセリングをねオンにして収録しています。なのでこういうね海沿いの音とかそういうのがあっても結構クリアに音声聞こえてるんじゃないかなと思います。実際どんな感じかな。はい、今ね外なんですけど割といわゆる静かな環境で収録しています。 iPhone のマイクだと若干ね風切り音とか入ると思うんですけど、この感じだとどうかな。今ね DJI Mic 2を使って喋ってるんですけど、音の違いちょっと確認しようと思います。今はねちょっと iPhone の内蔵マイクを使って喋っています。音の感じどんな感じですかね。はい、いかがでしたでしょうか。 iPhone 単体でこうやって撮るシーンも結構ね部屋の中とか静かなところだったらかなりいいんですけど、やっぱり海沿いとか外のねすごいノイズが大きい場所とかだと DJI Mic 2をつないだ時のね恩恵がものすごいですね。一方でね Bluetooth で接続するとノイズキャンセリングが使えなかったり、あと32ビットフロートみたいにね、高音質でちょっと収録するってことが難しくなるので、その辺はね、ケースバイケースかなと思います。よりねノイズキャンセリングとかそういうのを使いたい場合はレシーバーをここに装着して撮るのが良さそうです。続いては伝送距離ですね。そんなに気にする人はいないと思うんですけど、一応チェックしてみようと思います。はい、続いてはね伝送距離ですね。どのぐらい離れても聞こえるかちょっと検証してみたいと思います。でん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 。まずはだいたい3メートルぐらいですね。このぐらいの距離ぐらいまでは、YouTube で外でね撮ること多いんですけど、これ以上離れることは、YouTube だとあんまりないかな。ズン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 。だいたいこれで多分10メートルぐらい離れています。かなりねもう自分が映ってるのか音声撮れてるのか全くわからない状況ですね。ちょっとレンズを変えてみよう。ちょっと見えなくなりそうなんでレンズをね変えていこうと思います。
これでさっきのね10メートルぐらいなんですけど、映ってますかね。このままちょっとね画角から外れるかもしれないけど、ちょっと遠ざかってみようと思います。これで多分ね30メートルぐらいですね。音声入ってんのかな。結構離れてるんで、これで多分50メートルとかそのぐらいです。はい、これで多分ね今100メートルぐらいです。結構海のね風があるので厳しいのかなとは思うんですけど、一応カメラは全然見えてます。はい、今ね多分150メートルぐらい離れているんですけど、音声どうですかね。入ってんのかな、ちゃんと。ちなみにね日本だと250メートル離れて、収録できるんですけど、オーストラリアはねちょっと電波法的なところがあって150メートルぐらいまでで今回はテスト終わりにしようと思います。ちなみに余談なんですけど、このレンズ 100mm から 400mm まで撮れるので、今 100mm なんですが、ズズ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 っと寄っていくと、ズズズズっと寄っていくと、このぐらいの距離まで寄ることができます。ちょっといい三脚買わないとね、ここまでは撮れませんね。はい、続いてはね iPhone と DJI Mic 2をね Bluetooth でペアリングした時にどのぐらいまで、途切れずに聞こえるかっていうテストですね。 Bluetooth だからだいたい10メートルぐらいかなと思うんですけど、今だいたい3、4メートルぐらい離れています。このぐらいだったら多分大丈夫で、はい、今ねだいたい10メートル離れてるぐらいですね。この辺からちょっと音が途切れたりギリギリ怪しくなってくるのかなっていう感じがするんですけど、実際どうですかね。ちょっと離れながら、どのぐらいまで聞こえるかっていうのをテストしようと思います。はい、これで多分ね50メートルぐらいですね。さすがに50メートル超えると、途切れて聞こえないと思うので、だんだんちょっと近づいていこうと思います。どのぐらいまで聞こえてるかな。これ聞こえすぎてたらちょっと怖いな。はい、今ね iPhone でテストして、さすがに50メートルは届かないだろうと思ってたら普通に届いてたので、テスト検証開始追加します。今ねちょっと50メートル離れると聞こえなくなる予定だったんだけどな。さすがにここまでは届かないと思うんですけど、さっきのね150メートル地点ぐらいですね。 Bluetooth で iPhone と接続しているだけなので、ここまで届いたらめちゃくちゃもうこれ最強じゃねっていう感じなんですけど、届いてるかちょっと気になっています。戻ろう。はい、というわけで実際に DJI Mic 2を1週間ほど使ってみました。DJI Mic に関してはノイズキャンセリングができるとか Bluetooth とね接続できるとか、そういういろいろね細かいこういうの使いたかったんだよなっていうのがカバーされてるのはもちろんなんですけど、個人的にやっぱりね一番これはいいなって思うのはやっぱ32ビットフロートで収録できるっていう点ですかね。例えばね今何も設定してないんですけど、こんな感じですごくね小さく話している声から、こんな感じですごくね大きい声でってやっても、これもね音割れしていないっていう点がやっぱり最強の点です。実際にこうやって収録してるとそんなに音の差ってあんまりないんですけど、例えばねインタビューする時に自分の声はこの声なんだけど、喋ってくれる人がそうですねこのぐらいの声で喋ってますかねみたいな感じだとね、結構音合わせで苦労するんですよね。相手の声に合わせると自分の声だけ割れてたりとか、なんかねそういうのが、撮影現場で一発撮りしかできないとかだと結構ねしんどかったりするので、この辺がちゃんとカバーされてるのが嬉しいかなと思いました。この辺はねちょっと時間がなかったんでできないんですけど、早く実践で投入してみたいですね。ただ32ビットフロートも若干難点としては、カメラの中で内部収録ができるわけではないので、ここでね収録した音声とここのカメラの音声をがっちりねこの絵を合わせなきゃいけないとか、そういうね後々必要になってくる編集作業がめんどくさかったりするので、基本的にこういう風に撮ってる時はね24ビットとか16ビットで、自分で合わせればいいのかなって感じなんですけど、そういうねいつもと違うシーンでこれが使えるっていうのはかなりね熱いかなと思います。
でマイクのね音質自体に関しては、これ結構好みの問題があるので、一概には言えないと思うんですけど、個人的にはね、ワイヤレス GO2 とかの音の方がなんか好きな感じはありますね。ただ取って出しっていうよりかは基本みんなねイコライザーとかをかけて自分の声とかをねこういい感じに調整したりもすると思うので、その辺は全然後からこうやって自分で調節すればいいのかなっていう感じがしますね。あとは使う前から気になってたノイキャンに関してなんですけど、ノイキャンはやっぱりねそのノイズの質とかどういう雑音なのかによっても結構変わってくると思うんですけど、海沿いみたいなねすごい波の音とか風の音が強い場所とかだとちょっと不自然な感じになるので、使うシーンとしてはケースバイケースかなって感じですね。本当に音質よりも声の明瞭度とか聞きやすさの方が重要っていうね、シーンとかだと全然ノイズキャンセリングありだと思うんですけど、僕の YouTube 撮影ではどのぐらいね普段の Vlog で聞いてくるかっていうのはまだねちょっと未定っていう感じですね。しかもね Vlog 撮影する時って基本 iPhone だけで撮っていたので、そこをねこれでペアリングするとノイズキャンセリングがね使えなくなるんですよ。なので、これ単体でね録音すればいいんですけど、後からね iPhone のこの100個とかある Vlog 素材とこっちの100個の音声をね合わせる作業とかめちゃくちゃめんどくさかったりするので、おそらくね僕の Vlog シーンだと多分ノイズキャンセリングとかじゃなくて基本この使い方になるのかなと思います。DJI Mic 2と iPhone を Bluetooth ペアリングした時にノイズキャンセリングが使えないっていうところはちょっとね残念なポイントかなとは思います。あと実際にね使っていて気になる点だと、なんかね iPhone との接続の調子が悪いんですよね。これはね相性の問題とかもあると思うんですけど、今ねこんな感じでペアリングして、ちゃんとねオーディオも映ってるじゃないですか。ここにこんな感じで DJI マイクって出ているんですけど、例えばねこれで Vlog を撮った後にじゃあ一旦このシーンは終了っていう感じでこうやってね閉めて、でまたいい感じの Vlog シーンだと思ってこうやってね、アプリを起動するとなんかね認識してくれないんですよね。この DJI マイク自体はペアリングしているんですけど、オーディオがね入力されていない状態になります。で今ねブラックマジックカメラなんですけど、これはね iPhone の純正のカメラでも同じことが起きるので、DJI の問題なのか iPhone の問題なのかわからないところですね。で今ね一瞬 iPhone に戻ってでなんかちょっと起動してるんですけど、こんな感じで30秒ぐらいすると、マイクのね音が入力されるようになります。これに関しては他のねマイクとかこういうのを使った時にはね起きない現象なので、おそらくDJI のマイクと、iPhone 両方の問題なのかなと勝手に思っています。これに関してはね他のこういうねスマートフォン、Galaxy のスマートフォンとかだと全くね問題なく、撮り始めた瞬間にもうマイク認識してくれるので、おそらく iPhone 側の問題かなとは思うんですけど、この辺ねちょっと組み合わせて使う場合だと気になるところかなって感じですね。アップデートで治ることを期待したいと思っています。であといい点で言うとやっぱりこのケースの使い勝手ですよね。ケース自体は結構重たくて大きいので、これをね持ち歩くの嫌だなっていう人もいるかもしれないんですけど、中にねバッテリーが内蔵されていて、これで収納すると自動的に基本こっち側が満タンになっている状態で使えるので、その辺の充電してなかったしんどいみたいなのが少ないっていう点が結構いいですね。かつねこのトランスミッターに関しても意外と単体でできることが多くて、ちょっと操作覚えるの面倒なんですけど、ペアリングとかこのね電源ボタンとかこういうねここの録音ボタンを長押しすると Bluetooth モードになったりとか、単体でもねいろいろなことができるので、覚えてしまえば結構使い勝手はいいのかなっていう感じがします。実際僕もねこのレシーバーと接続してて、その後にねトランスミッターで3秒切り替えですぐにねこの iPhone と、一瞬でペアリング完了してすぐ使える状態になっていたっていうのはね、結構この Vlog とかの使い分けの時すごい楽だなって感じましたね。この辺はすごい操作性やっぱり DJI っていう感じで良かったです。あとちょっとね残念な点で言うと、このケース自体はねすごいかっこよくていいんですけど、例えばね、カメラで一番よく使うであろうこういうイヤホンジャックとか、あと Vlog とかではこれを基本つけるであろうウィンドジャーマーをね装着した状態でこうね閉めることができないとか、その辺はねちょっと煩わしさを感じます。実際に僕の用途で使っていくとこの辺ちょっと一箇所にまとめられたら嬉しかったなっていうところはありますかね。逆に言うとちょっと難点というか残念な点はそんなぐらいですかね。というわけで今回の動画本当に簡単なインプレッションではあったんですけど終わりにしようと思います。はい、トバログ
ではこの動画の他にも結構ね Vlog を撮ったりとかいろいろねインタビュー系の撮影もしたりしているので、ぜひ他の動画見ていってください。それとチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。というわけで次の動画でお会いしましょう。トマログでした。